こんにちは、こんばんは。ココアートチャンネルへようこそ。動画をご覧いただきありがとうございます。皆さんは自分に自信がありますか？それとも自分に自信はないなと思う方ですか？ホームページにいただくメッセージにも、私は自信がないんですけれども、どうやったら自信を持った人間になれますかとか、自信がなくていつもビクビクしてるんですけれども、どうやったら自信を持てるようになりますかとか、そういう似た類のメッセージが届くので、こういう話題って一度動画にしとこうかななんて前々から思ってたんですけれども、私が考える自信がある人というのは、容姿とか性別とか環境とか、自分のアイデンティティに満足してる人、自分のことを愛せる人、そういう人が自信がある人なんじゃないかなっていうふうに思ったりするんですね。それだけではないですけれども、私もこの年になっても自信がある時もあればない時もあります。なんかアトリエで一人で絵を描いてると、本当にこれで大丈夫なのかなって自信が持てない時もあるし、これで大丈夫、行こうって自分に自信を言い聞かせることもありますし、あまり自信ばっかりになってくると自意識過剰になっちゃうじゃないですか。年齢とともにやっぱり謙虚になっていかないといけないなっていうふうにも思ってるので、自信だけでもダメだなっていうふうには最近思ってるんですけれども、それにしてもやっぱりでも私は今の私に比べると、昔の私っていうのは本当に自信がなかったんですね。その時の自分のことを考えると、自信を持つにはどうしたらいいんですか、私自信ないんですけどって言われた時に、あっていう風な感じで思い当たることもあるし、私もそうだったなって、私ってどうやってきたかなって、その自信について自分と向き合った時に、私って過去どうしてきたのかなっていうことをいろいろ考えたんですけれども、私は本当に自信がなくて、下ばかり向いて歩いてる時もあったし、自信と自慢を履き違えてたこともあるんですね。本当の意味で自分に自信が持てないから、なんか仕事でもらったお金を全部ブランド物を買ったりとか、ブランド物で身を固めたりとか、なんか自分とちぐはぐなちょっと背伸びしたようなブランドを買ったりとか、そういう時もあったんですけれども、今となってもそれもいい経験かなと。30代の時に自分に本当に自信がなくて背伸びして買ったブランド物を今も使ってるんですけれども、それを見るたびに、あの時の私はちょっと痛かったなとか、あの時の私は本当に自意識過剰だったなとか、自分を振り返ったり自分を見つめ直すきっかけにもなってるので、あの時買ったブランド物はこれからもずっと使い続けようかななんて思ってるんですけれども、そこで私が個展とかでどうやったら自信を持てますかとか、どうやったら自信を持てる人間になりますかって聞かれた時に、自信を持つレッスンをしてみてっていうようにしてるんですね。それは1日1回鏡の前で、私は大丈夫って、私は個性的だよって、私ってキラキラしてるって、私には輝く未来が待ってるっていう感じで、自分がすごい前向きになる言葉を自分にかけてあげる。鏡を見ながら1日1回自分に対して、あなたは大丈夫だよって、あなたはあなたのままで大丈夫よって、あなたは一人じゃないんだよって、なんか自分が客観的に違う自分になったことを想定して、鏡の中の自分に語りかけてあげてくださいっていうようにしてるんですね。私も昔それやったことがあるんですけれども、不思議と自分で鏡に向かって言ってるのに、なんかふとちっちゃな自信につながるんですよ。その1日1回それやったからといって1回やったら自信満々になれるとかはないとは思うんですけれども、1日それやってそれを毎日毎日繰り返すことで、本当に自分で大丈夫なんだって、自信のない人って必要以上にプレッシャーを感じてしまう部分もあるから、大丈夫だよって、そんなにプレッシャー感じなくて大丈夫だよって、そんなことを自分に語りかけたらどうかななんて思うんですけれども、私も初めて百貨店で個展をするってなった時に、私で大丈夫かなって、本当に新人だったから、なんか売り上げ出せる自信もないし、期待に応えられなかったら次の仕事って来なかったらどうしようみたいな、なんか考えが悪い風にいって、本当に自信が持てない時期があったんですけれども、そんな時も鏡に向かって1日1回、あなたは大丈夫って、きっとうまくいくからって、ちゃんと誠心誠意を込めて心を込めて絵を描けば分かってくれる人いるからっていう感じで、自分に自分で毎日言ってたことがあるんですね。鏡の自分に語りかけるっていうのは、自分を愛するレッスンだと思うんですね。やっぱり自分のことが嫌いだったり、自分を許せない部分がずっと持ってたら、やっぱり自信にもつながってこないから、まず自分を受け入れる、自分を愛する、そして自分を褒めてあげる。悪いことって連鎖していくけれども、逆にいいことっていうのも絶対連鎖すると思うので、自分に語りかけたり自分に寄り添ったり自分を愛するっていうことを意識的に鏡の中でやると、本当にそれってつながってくるし、必ずそれは自信につながっていくような、そんな気もします。本当に私は思春期の時にも全く自信がなかったんですけれども、今の養子になった時も変わったばかりの頃って本当に自信がなかったんですね。
街を歩いて普通に堂々と歩くだけで本当に疲れてたんですよ。もう100メートル歩いただけでも疲れるぐらい、大丈夫かな、バレてないかなとか、本当はそんなに誰も私のことなんて見てないんですけれども、なんかみんなに見られてるような恐怖感があって、ある意味勘違いだったんですけれども、そんな時も私は心の中で大丈夫、今の私で大丈夫、私は望むように自分の人生を生きてるんだから大丈夫って、自分に嘘はついてないって、一番大きかったのはそこだったんですね。自分に嘘はついてない、自分に対して後ろめたさがある時の自信のないのと、自分に対して嘘をついてない状態での自信のなさっていうのは質が全然違うなっていうふうに感じました。本当の自分とちゃんと向き合わずに嘘をついて生きてる頃、なんか男の子のふりをして生きてる頃っていうのは、本当に真から自信がないというか、自分に嘘をついてるというか、自分が自分じゃないみたいな感じで生きてるのか死んでるのかわからないような、そんな自信のなさだったんですね。それが養子が今みたいに私はこれで生きていこうって、私女性になろうって、そう思った時にこれで大丈夫なのかなって、みんな私のこと変な目で見てないかなとか、そういう自信のなさっていうのは糧になったんですね。本当に日本人全般っていうのは国民性というか、ちっちゃい時からの教育かもしれないんですけれども、人からふと褒められた時も、いやいやそんなことないです、絶対そんなことないです、絶対違いますみたいな感じで拒絶に近いぐらい謙遜する人っていると思うんですけれども、それをある一種受け入れるっていうか、それをすることで自信につなげるのはどうでしょうか。私も一回経験があるんですけれども、ストレートよりも巻いた方が本当に優しい雰囲気になるねってそう言われた時に、ついそんなことないです、全然ダメですっていう風な感じで出そうになるのをくっと飲み込んで、本当ですか、ありがとうっていう感じで言ってみたんですね。そしたらなんかふっと自分の中でちっちゃな自信の種みたいなのが湧いたことがあって、誰かに何か褒められた時にあまり謙遜せずにありがとうっていうだけでも何かふと変わったりするし、自分の自信につながっていくような感じがするんですね。だって褒めた方からしても、せっかくこう自分がいいと思ったその素直な感情を言った時にそれを拒絶されたら、なんか褒めたことが悪かったのかなっていう感じになっちゃうから、せっかく褒めていただいたら、その褒めていただいた方への敬意を表して、本当ですか、ありがとうございます、そう言っていただけたら嬉しいですって、そうやって謙遜だけじゃなくて、そういう風にお礼に変えていったら、自分自身の心の中にちょっとずつ自信出てきてくるんじゃないかなと思うんですよ。最初から自信のある人なんていないから、ちょっとずつ自信っていうのは育っていくもんだから、それでも本当に自信満々だけの人っていうのは世の中いないので、自信がないことが本当にいけないことかって、そんなことがないって、自信がない部分もあるけれども、ちょっとずつ自信を持っていこうっていう感じで、マイペースで自分に自信の種をちょっとずつつけていったらいいんじゃないかなと思うんですね。自信を持つにはどうしたらいいですかの質問の答えにはなってないかもしれないんですけれども、そのぐらい抽象的なものだと思うんですよ、自信っていうのは。自信がない人っていうのは、人を褒めるのもちょっと私なんかが人褒めていいのかなっていう感じでちょっと謙遜してしまう部分もあると思うんですけれども、積極的に人を褒めるっていうのもいいかもしれないですよね。それすごく似合ってるねとか、前の髪型も良かったけど今回のもすごい可愛いねとか、人のいいところを探すっていうのは自分のいいところを探す訓練にもなると思うから、なんか自分のいいところっていうのを見つけて自分に自信持ちたいなって思うんだったら、人のいいところとか人の素敵なところとか人の素晴らしいところを探すっていうのも一つの方法かもしれません。もし今動画をご覧の方で今一つ自分に自信が持てないという方がいたら、今私が言ったように毎日鏡を見て、あなたは大丈夫よって、あなた一人じゃないよって、自分は自分でいいんだよって、今のままでいいんだよって、そうやって一日一回自分に寄り添って自分を愛して自分を褒めてあげる、そういう訓練をしたら、次は人から褒められた時にそれを拒絶するんじゃなくて、そんなことないですっていうんじゃなくて、本当ですか、ありがとうございますっていうお礼に変える。そして次のステップは自分から人のことを褒めてみる。そうやったらちょっとずつ自信が持てるようになると思います。そして自信が持てるようになったら、自信がない人に自信の種を植え付けてあげることができるような人、今はネット社会で顔が見えないところで本当に誹謗中傷とかがあったりとか、誰かの足を引っ張ったりとか、誰かの足元を見たりとか、誰かを蹴落としたりとか、そういう人も確かにいると思います。人間って弱い生き物だから、誰かをいじめたり誰かを排除したり誰かをのけ者にしたり誰かに誹謗中傷を言ったりとか、そういう風に走っていきがちなんですね。本当に弱い人に限ってそういう風に言っちゃうと思うんですよ。誰も見てないから誰かをいじめていいとか、見て見ぬふりをするとか、そういう風になっちゃいがちだと思うんですけれども、自分に自信が持てるようになったら、次のステップとしてもう一つ強くなって、誰かに優しくしてあげられるような人になったら、よりその自信が素敵な自信につながるんじゃないかなって思うんですね。自分だけは自分を
諦めない心っていうのを持って一日1回でもいいから自分に寄り添って自分を愛して自分を褒める時間を持って、人から褒められたらあまり謙遜しないでありがとうって言える自分が少しずつ自信になっていくような、そんな気がします。はい、ということで今日は自信を持つことについていろいろ尻滅裂雑談してしまいました。ちょっと抽象的で何の解決にもなってなかったらごめんなさい。いかがだったでしょうか。過去本当に自信がなかった人間として本当に自信がないですけどどうしたらいいですかって前々からそういうお言葉をいただいてたので、いつか動画にしたいなと思って今日この動画を作ってみました。またこういう心のこととか誰にも言えないこととかあったら匿名希望で大丈夫です。ホームページの方までメッセージくれたら動画でお答えさせていただきます。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。よろしかったらチャンネル登録お願いします。画面の赤いプロフィール画像は今ご覧いただいているココアドチャンネル、上の赤いウサギはメインチャンネル、ファーストチャンネルです。ファーストチャンネルでは作品のメイキング映像とか個展のバーチャル展覧会をお届けしています。また次のココアドチャンネルでお会いします。ありがとう